はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。本日はですね、最初に NVIDIA、ナスダック、日経の順番にですね、今下落していますので、その下値目処についてテクニカルの観点から考えていこうと思います。ではまず NVIDIA についてですね。この動画収録しているのはですね、7月18日木曜日になるんですね。ラジオ日経の番組の方で申し上げていたことなんですけども、6月24日からの上昇がですね、これが日足では上昇波動に見えるんですけども、日足でいうこの市場最高値から考えた時の下落トレンドの調整波になっている可能性があるという話をラジオ日経でいたしました。その時、この水準を割り込むと、日足の方でですね、下落波動が明確になってくるということで、重要なポイントだというふうに申し上げたわけですけども、昨日の夜にですね、そこを割り込んでしまって、日足の方で下落波動になったということです。週足、月足は、上昇トレンドではあるんですけども、日足の方でですね、下落トレンドになっていて、それが週足の調整になっているという状況です。ですから、この調整波がですね、どこまでいくかということを考えていこうということなわけです。昨日はですね、週足の一目金公表の転換線水準で止まったわけです。ここで止まって上昇していくのであれば、昨夜はですね、調整の終了日ということになるわけですけども、そうじゃない場合を考えていこうということです。まず通常のですね、フィボナッチリトレースメントをこの直近のね、上昇波動に当てはめてみます。現状ですね、38.2% 押しの水準に近いわけですが、さらに 50% 押しや、61.8% 押しの水準もあるわけです。で、ここで、じゃあどこになる可能性が高いのかっていうことをね、さらに踏み込んで考えていこうと思うんですけども、では、日足のね、チャートで考えていこうと思います。どのように考えるかというと、例えばこちら、史上最高値からのこの下落の波動を、日足の下落波動の第一波動と考えると、それと同じだけの下落をした場合、この水準まで下落することになるわけですね。日足の下落の第一波動目と同じ水準まで下落するのか、あるいはその1.5倍とか1.618倍まで下落するのかっていうことを、フィボナッチエクステンションを使って考えていこうと思います。そうすると、この史上最高値からの下げの波動分の何倍になるかっていうことを、下落の調整波の終わりの高値から伸ばしてみると、このような形になるわけですね。ここが日足の下落の第一波動目と同じ水準まで下落すると、113ドルぐらいになるんですけど、ここを見ていただきたいんですよ。この2つの場所を見てもらいたいんですね。何かというと、フィボナッチの数値が非常に近いところが2箇所ありますよね。一つは、週足の方で見たリトレースメントの数値であって、もう一つは、今、フィボナッチのエクステンションで見た数値なわけです。でそれらが近い場所にあるわけですね。一つ目のこの塊の部分が107ドルぐらい。その下の塊の部分が100ドルぐらいになってるんですけども、フィボナッチっていくつもこう数値があるわけですけども、それらの数値が固まっているところをクラスターと考えて、そのクラスターの場所で相場が止まりやすいっていう考え方があるんですね。フィボナッチクラスターって言ったりするんですけども、そのフィボナッチクラスターの考え方からすると、NVIDIA の下落がね、止まりやすそうな水準っていうのは、まず107ドルぐらい。で、それを下抜けると、次が100ドルぐらいっていう、ということが予想できるということですね。あくまで予想値なんですけども、こういったですね、2つの種類のフィボナッチを重ねてみて、そのクラスターの部分で下げ止まる可能性が高いっていう考え方を使って分析した場合の下値目処っていうのは107ドルと100ドルっていうのが止まる可能性の高い水準になっているということですね。次にナスダック薬先物についても同じようにフィボナッチクラスターの観点から考えていこうと思います。昨夜はですね、一目金公表の日足の基準線水準で相場が止まったわけですね。ここでね、下げ止まる可能性ももちろんあるんですけれども、そうでない場合を考えていくということですね。まず週足の直近のね、上昇波動の視点から伸ばしてあげると、フィボナッチの数値このようになっています。日足の波動を見ると、このように下落の波動になっていますから、先ほどと同じように第一波動目のですね、エクステンションの方を考えていくと、はい、このようになります。日足の第一波動目が短かったので、先ほどの NVIDIA と同じように、フィボナッチクラスターっていうフォントから考えると、今のここで、まず重なりがあるわけですね。フィボナッチ数の重なりがあるわけです。ですから、今が止まりやすい水準であるということが、まず1点目。で、ここを下抜けると、次、クラスターの部分どこにあるかというと、こうですよね。週足のリトレースメントだと 50% 落ちの 19,042 ポイント。で、日足の第一波動目のエクステンションで言うと 2.618 倍の 18,991 ポイントということで、この 19,000 ポイント前後はクラスターになっているので、これからさらに下落が続いた場合の下値目処っていうのが 19,000 ポイント前後になるということが
ここから予想できるということですね。他のですね、GAFAM のチャートの方を見るとですね、例えばですね、アルファベットは今週足の一目の転換線水準で止まっていて、Amazon もですね、週足の一目の転換線水準で止まっていて、メタはですね、週足の一目の基準線水準で止まっているという状況なんですね。ナスダック薬がですね、一つの下値目処の目標値に来ているので、この水準でですね、下げ止まって戻っていく可能性というのはもちろんあるんですけども、さらに下落がついた場合は、19,000ポイント水準まで下落してしまう可能性を考えておいた方がいいということになります。次に日経平均先物の方なんですけれども、こちらもフィボナッチクラスターの方で考えてみると、直近の上昇波動の方でですね、まず、リトレースメントもの方を取るとこのようになります。で、日経平均先物の方もですね、このように下落の、日足では下落の波動になっていますから、日足のね、第一波動目のエクステンションの方を考えていくと、はい、このようになりまして、クラスターの部分をね、探していくとどこになるかっていうと、ここがそうですよね。週足の方のリトレースメントの 50% 押しの水準と、エクステンション、第一波動目のエクステンションで 1.272 倍との水準になっているんですけども、だいたい 39,600 円から700円ぐらいの水準っていうのがクラスターの値になっているので、このまま下落がついていくと、39,600 円から700円ぐらいまでの下落を想定しておいた方がいいということになりますね。はい、いかがでしたでしょうか。NVIDIA とナスダックと日経のね、調整の目標値について、フィボナッチクラスターという考え方を使ってですね、分析してみました。皆さんのね、分析のお役に立てれば幸いです。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。